はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、話題沸騰トヨタの新型ハリアーフルモデルチェンジ、こちらをですね購入したいって考えている人も結構多いと思うんですけれども、前回動画ではね新型ハリアーのここがすごいというねポイントをね上げでお伝えしたんですが、甘口だけじゃないのがワンソクチューブなんですよね。今回は新型ハリアー買う前に注意したい11の注意点ということで、消費者目線でね辛口で評価してみたいと思います。新型ハリアーは2020年6月17日に発売が予定されていますが、5月に入ったらね価格も判明して予約も開始されると思うんですけれども、正式発表前のですね段階の予約だとカタログなどもないことからですね、発注してからこのグレードにはあれがついてなかったとか、このオプションつけておけばよかったと後悔することが多々あります。私がそうなんですけれどもね。で、本来なら正式発表後に試乗してからじっくり決めた方が良いんでしょうけども、発売後の発注だと納期が半年待ちとかになる可能性も否めません。新型ハリアーの登場を心待ちにしている人のために、現在分かっている範囲で装備やオプションについての注意点を11個まとめてみました。そして動画の最後で重大発表したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではね、トヨタ新型ハリアーを購入する前にチェックしたい注意点に入る前にですね、まずはね、その前に把握しておかなければならないのが、新型ハリアーのパワートレーンとグレード展開ですね。で、新型ハリアーは 2.5 リッターハイブリッドと2リッター NA ガソリンの2つのパワートレーンがあってですね、それぞれ小畜梅の展開で、上から Z、G、S という3つのグレード展開になっています。さらに、上位グレードとなる Z と中間グレードの G のみ、レザーパッケージという本革シートのパッケージがあります。このグレード展開を踏まえた上で注意点を見ていきましょう。まず注意点の一つ目なんですけれども、ハイブリッドでも、肉を選べるということですね。これは注意点というか良い点なんですけれども、先代ハリアーのハイブリッドでは強制的に E4 という4駆しか選べなかったんですけれども、今回の新型ハリアーではハイブリッドでも肉 FF が選べるようになっています。もともとね都市型 SUV のハリアーですから、都市部で使う人ならね肉でも十分かなと思います。それでね価格も安くなるならお求めやすくなるってことですね。これは嬉しい変更点だと思います。続いて注意点の2つ目なんですけれども、シートヒーターと助手席のパワーシートはレザーパッケージにしないとつかないってことですね。これ結構ショックだったんですけれども、新型ハリアーではですねレザーパッケージにしないと上位グレードの Z でもシートヒーターがつかないということですね。で、個人的に心配していた助手席のパワーシートですが、これはレザーパッケージとセットで装備されます。これはね、レザーパッケージにすればねつくのは納得できます。ラブ4ではねそもそも助手席のパワーシートが用意がなかったということなんでね、ラブ4とハリアーしっかり差別化されている感じがします。さらにレザーパッケージを装備するとシートベンチレーションまで装備されるので、価格次第なんですけれども装備内容としてはねかなり充実しています。ただシートヒーターだけ付けたいという需要もあるんでしょうけれども、それはね叶わないということですね。シートヒーターを付けたければシートベンチレーションや助手席パワーシート、さらに本革シートまで抱き合わせとなるので、結果的にかなり高額になってしまいそうで怖いなというところですね。このレザーパッケージは先ほども言いましたが、上位グレードの Z と中間グレードの G に用意されています。続いて注意点の3つ目なんですけれども、12.3 インチワイドのディスプレイはですねベースグレードには装備不可ということですね。で、新型ハリアーの内装画像で出回っているこの印象的なね超でっかい 12.3 インチワイドのナビ画面なんですけれども、こちらはね上位グレードの Z に標準装備となって、中間グレードの G でもオプションで装備することができます。G と、ベースグレードの S ではですね標準では8インチのディスプレイオーディオがついているんですけれども、G にのみオプションで装着することができるということですね。ベースグレードの S ではこの 12.3 インチは装着することができません。この見栄えのね良い、12.3 インチのナビをつけるには G 以上の、グレードを選ぶ必要があるということですね。続いて注意点の4つ目なんですけれども、アダプティブハイビームシステムはベースグレード S にはつかないということですね。これもグレードで差別化が図られていて、中間グレードの G と上位グレードの Z では、日本線の L 字ラインが発光する、ポジションランプ兼デイライト兼ターンランプ、反転発光するものとなります。ウインカーはポジションランプ部分が反転するということで、流れるタイプのシーケンシャルターンランプではなさそうなんですけれども、これ未確認なんでちょっと分かりません。で、一方でベースグレードの S では1本の L 字ラインで発光するデザインの LED ヘッドランプになっています。こちらがねベースグレードの S なんですけれども、ヘッドランプ部分が異なるのがわかるでしょうか。こちらが G ですね。
2本の L 字と1本の L 字のポジションランプ以外に S のヘッドランプはですねオートマチックハイビームにとどまるのに対して、G と Z ではアダプティブハイビームシステムが装備されます。オートマチックハイビームはですねカメラで先行車と対向車の部分を認識して自動でハイとローを切り替えるヘッドランプですね。でアダプティブハイビームシステムはですね先行車と対向車の部分だけカメラで認識してその部分だけを遮光してくれるというねハイテクなハイビームシステムになります。このアダプティブハイビームは、G と Z にしかつかないということですね。このね、よく広報写真で出ているこちらの画像なんですけれども、このかっこいいね2本の L 字のヘッドラインにしたかったら最低でも G 以上のグレードを選択する必要があるということですね。で続きまして5番目の注意点なんですが、ブラインドスポットモニターリアクロストラフィックアラートブレーキは G 以下にはオプションということですね。新型ハリアーには基本的な安全装備であるトヨタセーフティーセンスは全グレードで標準装備となりますが、マツダなどね、他のメーカーでは、結構標準化が進んでいるブラインドスポットモニターはですね新型ハリアーの中間グレードの G 以下ではオプション扱いになります。上位グレードの Z ではブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートブレーキは標準装備となっています。でブラインドスポットモニターっていうのはですね、車両のですね斜め後方の死角に、他の車がいる場合にですねサイドミラーに、死角に車がいますよというオレンジのランプが警告がつくという装備ですね。走っていて車線変更などする際に死角に車がいるのが分かるということですね。これねほんと標準装備でもいいんじゃないかと思うぐらい、安全な装備です。でブラインドスポットモニターと合わせてですねリアクロストラフィックアラートブレーキというのは、G も S もオプションでつけることができます。でリアクロストラフィックアラートブレーキはですね駐車場などからバックで発進する際にですね斜め後ろの後方からですね近づいてくる車両とか人がいる場合、警告音と、さらに、近づいてきても止まらない場合は、自動ブレーキが作動するという装備になります。これもね安全なんであった方がいい装備ですね。これも Z では標準装備となっています。続いて注意点の6番目なんですけれども、フルデジタル液晶メーターはお預けということですね。7インチ、マルチファンクションディスプレイになっている RAV4 と同等のものが装備されます。今回ねフルモデルチェンジでブレイクスルーを期待していた、メーターなんですけれども、今回の新型ハリアーでは残念ながら RAV4 と同等の、二眼タイプのアナログメーターに、中央にですね7インチのマルチインフォメーションディスプレイがつくということになっているそうです。これね G と Z で装備されます。RAV4 に限らずクラウンとかね、カムリとかカローラとかも同じですね、同様の二眼タイププラス中央の7インチ液晶メーターになっているので、それとね同じと思えば良さそうです。これはね、G と Z の、標準装備となり、ベースグレードの S では 4.2 インチのマルチインフォメーションディスプレイにとどまります。私はねブログとか YouTube で常に国産車のメーターが輸入車に比べて遅れているなと思っているんですけれども、未だブレイクスルーがないっていうのはちょっと残念だなと。これはね、今出ているのはアウディのバーチャルコックピットなんですけれども、こういうのに比べるとねやっぱり表示できる情報がちょっと少ないっていうのと、必要な情報を見るのに切り替えて表示しないといけないっていうのが結構ね煩雑だなといつも思っています。日本車の場合サプライヤーなどの絡みもあるみたいで、なかなかね簡単には切り替えられないみたいで、未だに日本車の中からこういうね、先進的なメーターが出ているメーカーはないということですね。とはいえね輸入車などの先進的なメーターを見てしまっていると、やっぱりちょっとねなんか物足りない感じっていうのはすごくしますし、そもそも機能面でもねかなり劣るので、一度に表示できる情報量も少なくてですね、必要な情報に切り替えてたどり着かないといけないっていうのはね、かなり煩雑ですね。で RAV4 の7インチ液晶メーター、私9ヶ月乗ってて使ってたんですけれども、これもね見づらかったですね。7インチの液晶の部分の中に何でもかんでもインジケーターを無理やり詰め込んでしまったので、整理もされていないし、なんか右上とか左上とかのところに無理やりねなんかちっちゃいアイコンみたいなのが並んじゃってて、そのくせね、右と左のアナログメーターのところはスカスカであったりとか、なんかねすごくねごちゃついた感じになっちゃってました。これも見づらかったですね。国産車からねそろそろ新しいメーターの提案も欲しいところだなと思っていたところなので、これと同じレベルにとどまるというのはちょっと残念な部分ですね。で続いて7番目なんですけれども、ブラウンの内装カラーは G と Z で選択可能ということですね。でこちら事前の資料として出回っている内装なんですけれども、このブラウンの内装は中間グレードの G と上位グレードの Z のみで選択可能な模様です。
これはねおそらく無償で選択可能だと思うんですけれども、何も言わないとブラックの内装がデフォルト設定になっているそうなんで、しっかりブラウンを選択する必要があると思います。G と Z ではですね、ブラックとブラウン、グレーの3色の内装カラーから選択が可能だそうです。グレーの内装ではホワイトウッド調のパネルがつくそうで、それはねおしゃれそうな予感もします。で G と Z に設定されている本革シートのレザーパッケージではブラックとブラウンが選択可能となっています。ベースグレードの S はブラックのファブリックシートのみとなっています。で注意点の8個目なんですけれども、Z にしかつかない装備が多いということですね。新型ハリアーにはですね数々の魅力的な装備が用意されていますが、最上級グレードの Z にしかつかない装備っていうのが結構あります。でそれらをちょっと挙げてみますと、19インチタイヤ&ホイール、カラードリアスポイラー、ロングタイプの LED ハイマウントストップランプ、ドアミラー足元照明ロゴ付き、静電式ヒーターコントロールパネル、カラーヘッドアップディスプレイ、イルミネーション付きスカッフプレート、ハンズフリーパワーバックドアなどなどがあります。あとはねオプションで選べるものもあるので、G でも装備できる装備もあります。今挙げた以外にもですね、これは他のグレードでも装備できたらいいのにと思う装備があるので、挙げてみたいと思います。まず一つ目なんですけど、パノラミックビューモニターですね。これが一番ね痛恨な装備なんですけれども、私がね耳たぶミラーと言っている補助ミラーを外すにはですね、このパノラミックビューモニターがなければならないんですけれども、このパノラミックビューモニターはですね Z の専用オプションとなっています。パノラミックビューモニターはですね、いわゆる360度カメラとかアラウンドビューモニターとか言われている、車両のね周囲を合成して上から見たような画面で見れるというねカメラなんですけれども、こちらがあるとですね、サイドミラーの下にサイドビューカメラがつくので、例の耳たぶミラーがですね保安上の必要装備なんですけど、それのね代わりにカメラがつくので耳たぶが外れるということですね。でこれがね耳たぶミラーなんですけれども、これねついてる意味がないぐらい、実際運転席から見てもこう補助の部分のミラーがちっちゃすぎて何が映ってるのか分かんないんですよね。単純にほんと見栄えが悪いだけなので、これだったらね外してほしいなと思うところですね。マツダの CX5 とかスバルのフォレスターにはですねサイドビューカメラが標準装備となっているので、こんなねダサい補助ミラーはつかないんですけれども、トヨタの場合サイドビューカメラはパノラミックビューモニターと抱き合わせになっていて、それをつけないとこの耳たぶミラーが強制装着になります。でちなみに CHR とか RAV4 でもこの耳たぶミラーがありましたが、RAV4 のね日本販売モデルではパノラミックビューモニターの設定があえてなかったので、耳たぶミラーがどのグレードでも強制装着となっていました。これねハリアーでこの耳たぶミラーがついてるっていうのはもうスーツでバッチリ決めた人から北毛が出てるぐらい残念なので、デザイン性をね重視するって言ってるんだったら、他社のグレードのようにサイドビューカメラは標準装備にして、このね耳たぶミラーじゃない普通のスタイリッシュなミラーにしてほしかったと思うところです。それがですね、せめて全グレードにオプションで選べるならまだしも、最上級グレードの Z にしかオプション設定がないっていうのはね、ちょっとねユーザーの足元見すぎてる気がします。アルファードとかベルファイアもそうなんですけれども、こういったね安全装備を上級グレードにしか設定しないっていうのは、消費者の立場からするとちょっと望ましくないなと思うところですね。続いて Z にだけオプション設定がされている装備なんですけれども、超高パノラマサンルーフですね。で今回の新型ハリアーの目玉装備の一つでもある超高パノラマサンルーフというですね、透過度がですね、切り替えられて、障子のような、スモークがかかった状態と普通のガラスのような透明のものがですねスイッチ一つで切り替えられるというすごいねパノラマルーフなんですけれども、こちらも Z 専用のオプションとなっています。Z のレザーパッケージでも装備可能なんですけれども、G と S には装備不可となっています。お子様をね後席などに乗せる際にはですねパノラマルーフあったら喜ばれるんでしょうけれども、このパノラマルーフは、Z にしか付けられないということですね。これもちょっと残念だなと思うところです。はい、そして、続いてですね、新型ハリアーの注意点の9つ目なんですけれども、CD、DVD のスロットはないということですね。最近のトヨタ車ではですね、ヤリスとかもそうだったんですけれども、標準装備となるディスプレイオーディオではですね、CD、DVD のスロットがないので、DVD 挿したり CD 挿したりして聞いたり見たりすることはできないということですね。最近ではもはや Bluetooth で飛ばして聞くか SD カードとか USB で聞くのが主流になってきているので、メディアスロットはもういらないよっていう人も増えてると思うんですけれども、
どうしてもね CD とか DVD 使いたいっていう人も結構いるそうですね。私 Bluetooth で聞いてるんでなくてもいいんですけども、そういう方にとっては、デメリットになりますね。ただヤリスなどでもやっぱそうした要望に応えるためにディーラーオプションとして CD、DVD プレイヤーが用意されていましたが、助手席の下に設置するタイプだったので使い勝手はね正直どうかなとは思います。ヤリスでは 41,250 円のディーラーオプションでしたので、ハリアーでもそれ以上かかるかそれと同じぐらいだと思われます。続いて注意点の10番目なんですけれども、T コネクトナビではマップオンデマンドやヘルプネットは標準ですがオペレーターサービスなどは有償になります。今回の新型ハリアーではですね、車載通信機の DCM が全グレードで標準装備になりました。仙台ハリアーでは高いメーカーオプションのナビを装着すると地図の自動更新、マップオンデマンドや人間のコンシェルジュが目的地を探して設定してくれるオペレーターサービスまで無償で使えていたんですけれども、今回の新型ハリアーではマップオンデマンド、ヘルプネットなどは無償で使えますが、車両のリモート操作とかオペレーターサービスは有償サービスになります。価格などのプランはちょっとまだ分かってないんですけれども、ヤリスなどでも同様にオプションで、設定されていたのでそれに近い形になるんではないかと思います。ちなみにヤリスの場合はオペレーターサービスは年間3630円、オペレーターサービスプラスというねレストランの予約とかまでしてくれるのは年間6050円、マイカーサーチプラスという、車のね車両を探してくれるやつは2420円、かかります。これらをね、全部つければ、レクサス顔負けのテレマティクスサービスが手に入りますが、あえてここまでいろいろ装備しなくてもマップオンデマンドというね地図のリアルタイム更新が使えるだけでも他社のねナビに比べてもう独自のアドバンテージがあると思います。昨今ね高速道路の開通などが相次いでますが、そういうのがね即日反映されるっていうのは本当に便利です。これはねトヨタのね T コネクトナビ使ったことじゃないとわからないメリットですね。続いて注意点の11番目、最後なんですけれども、パドルシフトの設定はないということですね。ステアリングホイールがカムリやカローラと共通のデザインということです。これ私以外でも結構気にしている人も多いんですけれども、ステアリングホイールがですねカムリとかクラウンとかカローラとほぼ共通のデザインとなっています。でこれがね今回の新型ハリアーのステアリングホイールなんですが、こちらがですねラブ4のステアリングホイールほぼ一緒ですよね。下の部分がねちょっと違うっていうぐらいで、こちらがカローラのステアリングもう一緒ですよね。でこちらがクラウンのステアリングホイール、真ん中のところにねクラウンロゴがついているっていうこと以外はほぼ一緒ですね。でしかもねスイッチ部分がですね無塗装素地で、質感はね正直あんまり良いとは思いません。でちなみに仙台ハリアーのステアリングホイールがこちらなんですけれども、スイッチ部分とかはね新しい方がなんかいいような気がするんですけれども、こっちの方がね木目と本革の、コンビネーションステアリングになっていましたし、中央の部分もステッチ付きの合成比較で覆われているソフトパッドになっていたので、こっちの方がねなんか見栄えが豪華な感じはしました。そしてね新型ハリアーのステアリングホイールでは、パドルシフトもないということですね。といった感じで新型ハリアーのね現状分かっている注意点を11個まとめてみましたが、参考になりましたでしょうか。個人的な感想としてはですね、助手席パワーシートやシートヒーターはレザーパッケージと抱き合わせ、パノラミックビューなどの安全装備などのも上位グレードの Z にしか付けられないなど、欲しい装備をつけると必然的にね上位グレードの Z のレザーパッケージという最上級仕様になってしまうので、相当高価なハリアーになってしまうんじゃないかなというふうに思いました。ラブ4のように装備が元から用意がないっていうことはなかったのは良かったんですけれども、助手席のパワーシートとかシートヒーターなど他のメーカーではね中間グレードあたりでも標準装備になってたりするものがですね最上級グレードの本革シートにしないと選べないなど、これはねちょっとユーザー本位の仕様にはなってないなというふうに感じました。これもねトヨタあるあるなんですけれども、マツダやスバルの車と比較すると中間グレードでは装備が劣り、同等の装備をつけるとなると高価になりがちってことですね。で個人的にはシートヒーター、助手席パワーシート、パノラミックビューモニターあたりはどのグレードでも選べてほしかったなと思う装備ですね。でシートヒーターや助手席パワーシートはシートベンチレーションや本革シートと抱き合わせのレザーパッケージになるので価格が心配だなというところですね。で耳たぶミラーを外すために必要なパノラミックビューモニターは上位グレードの Z にしか付けられないっていうのもちょっとねどうしても価格がね高くなりがちになっちゃいますよね。シートヒーター、助手席パワーシート、パノラミックビューモニターなどの装備が欲しければ
最上級グレードの Z レザーパッケージしかないということですね。これはねトヨタ様への信心が試されますね。それでも売れちゃうのがトヨタの強さなんでしょうね。で最後なんですけれども、新型ハリアーの発売日なんですけれども、2020年6月17日を予定しているということですね。価格判明はね5月になってからということだったんですが、もしかしたら4月中旬にねうちに先行予約とかが開始される可能性もあるので、私も情報が入り次第またねピックアップしていきたいと思います。新型ハリアーがね気になっている人はそろそろ準備を進めておいた方が良いかもしれませんね。これからもねワンソクチューブではハリアーの情報を追っていきますので、チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。